はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は年末までの大まかな流れや気をつけることをざっくりとまとめてお伝えしたいと思います。もう3ヶ月切ったので悔いのないように過ごせるように見てみますね。それから2025年版のカペラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。 PDF 版を楽しみにしてますみたいなコメントもありがとうございます。 PDF 版は11月末からになります。そしてもし製本版ノートの形がご利用の方は10月14日までにお申し込みいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、海外から申し込みしてくださる方は申し訳ありません。11月の本当に後半になって予約販売の解除ができてからでないと海外発送ができなくて申し訳ありません。ただ11月末に少しだけ枠は作りますので、そちらで申し込みいただければと思います。では行きます。年末までの動きですね。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ9、ペンタクス6、ソード6逆、ソード9、ペンタクス、カップのページですね。カップのページ、そして太陽、お月さんの逆、ワンドキング、ソード3、そしてオラクルはソード10逆。強いですね。ちょうど今やっぱり10月3日がね、天秤座で起こる日食なので、何回も日食の話してますけれども、やっぱ強いんですよね。それやっぱもう今もう体当たり全身でもしかしたら天秤座の皆さん感じて、今その渦中の中にいるのかもしれませんね。でもものすごく必要なことが起こってるっていう感じがします。もう混ぜてる時からうまくいくんだ、大丈夫なんだみたいな、なんかすごいあったかいエネルギーがいっぱい流れてくるって感じがあって、まだ皆さんはちょっと調子が出ないなとか、ちょっと怖いんですとか、どうしようみたいな気持ちあるかもしれませんが、もうその奥にものすごい恩恵があるから大丈夫です。安心してください。恐れという表面的なねものの奥にものすごい恩恵があるから大丈夫。それは必ず感じられるはずです。ですので、もし今本当にこの瞬間だけはちょっとしんどいんですとか辛いんですっていう方いらっしゃったら、少しそのハートがね、その痛みにが引くまで少し時間かかるかもしれないけど、でも年末までの間にも必ず確実にその悩みっていうのは消えるので大丈夫です。で、一番言われてるのは、年末までの動きの中で一番言われてるのは、夜明けが来ますみたいな感じが言われてます。夜明け、何に対しての夜明けだと思いますか？ご自身では、わあ夜が明けたって、明けるってこういうことみたいなことを感じると思うんですね。でそれにはやはりその夜の間っていうのかな、この夜が明ける前の夜の期間っていうのを自分が過ごしたからこそ分かるこの夜明けの素晴らしさっていうのがあるので、それをぜひ体験してほしいっていうのかな、体感して、そうだって自分だからこれを今この喜びを感じられるんだってことを分かってほしいですし、体もちょっとやっぱり今体も精神も、どっちもつながってますからね。体がしんどいとどうしても精神的にもちょっとしんどくなったり、精神的にしんどくなると体も調子悪くなったりするので、両方影響してますが、それも全部表面的な今気づきのが起こってるっていう感じがして、その奥にはものすごい豊かなものがあるよっていう感じがします。そうですね。なので10月23日以降はね、自分の価値っていうものをもう少し思い出せるし、これでよかったんだって思えるような流れもあると思います。そして11月1日が新月なんですけど、またこの時もね、なんか確信みたいなものが自分の中で生まれるかもしれないですね。やっぱりそうだ、やっぱりいいんだみたいな。そして11月20日以降っていうのは、ちょっと今年前半チャレンジしたこともう一回リベンジしますとか、ちょっと9月からやり直しとか、ちょっと見直していたことに対してもう一度修復し直していい形で勝負しますみたいな感じもありますので、すごくうまくいくんだっていう声がどっかから聞こえたって感じです。そして、カードで見てもすごくうまくいくことを期待してると思いますし、
実際にその空気感っていうか流れあります。そして今まで十分ご自身が他者に対して貢献したことっていうのは消えてないので、安心してくださいっていうふうに言われています。決して物事が思い通りに進んでないとしてもね、その自分がやったことっていうのは消えてないので大丈夫だよっていうことと、今この瞬間は少し頭を悩ませてる問題があるのかなっていう感じはしますが、それもなんかね、誰かからのメールとかなんか連絡とかもしくはそういう TikTok にしろ、SNS のちょっと流れてきたものに反応してなのか、ふっとね体が軽くなる、ふっと精神が軽くなって、あ、そういうことかもねみたいなとか、急になんかある種の音楽を聴いた瞬間に気分がガラッと変わるみたいな感じで、急にね変わってます。ここから急に楽しくなってるんですね。結構早いですこれなるの。そしてその後もなんだ全然心配することなかったし、なんだどうなるのと思ってたことって全然問題じゃなかったじゃないみたいな、全てがうまくいってたじゃないっていうことが分かるって感じ。すごく明るい年末までの動き良かったですね。なので一時的にちょっとこう気持ちがえぐられるなみたいなことがもしあったとしても、それは本当に自分の強さを試されてるだけであって、本当に傷つけられてるわけじゃないっていうことを思い出してくださいね。今傷ついてる、なんでって、何に傷ついたの私っていうことで見返してみると、ああなるほど、自分はこのことに対してプライドを持ってたんだとか、ああ自分でもそのことを実は責めてたんだと、だから他者に言われたらこんなに嫌なんだとか、何かそういうのに分かる。そういう弱さとか苦しみとかそういった恐怖不安っていうものも全部超えて夜明けなんですねっていう感じがしたので、本当におめでとうございますっていう感じで、なんかどんな夜明けを迎えたのかね、またおいおい教えていただければ嬉しいです。はい、ということでちょっと今回は全体の流れなので細かい人間関係とかは見ないんですけど、もう一つねセルフセラピーカードというもので年末までに気をつけることを見てみたいと思います。天秤座さんどう？はい、隠れた自己っていうカードが出てきてますね。新しい自分を発見できるかもしれませんね。今までこれだけは見せちゃいけないと思って置いていた、隠していた自分っていうものが出していいよっていう風になるかもしれませんね。新しい自分を発見できると楽しいですよね。どうしたらいいのかっていうヒーリング方法を見てみます。はい、そのままのあなたでいいんですよということで、役割とか義務とか建前とか社会的にどう見られるとか、そういうのも全部外して本来の自分でいいよって、どんな自分でもいいよっていうのを自分で認めてあげてくださいね。そして年末までに与えられるギフトはフローということで、ゆっくり流れていきます。必要な流れしっかり起きてきます。誰かと一緒に温かい気持ちで過ごせると思いますよ。なんかふって急に変わってるんですよね。すごく明るくなってる。そして最後ははいやったーということでジョイのカードが出てます。喜んでます。やったーって感じね。ちょっと明るくて見えない。はい、いやーよかったです。はい、ということで今回すごくあっさりしてますが、年末まで気をつけること何か参考になりましたでしょうか。分かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。またね、後半の流れとか前半の流れはまた別動画で説明していきます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。